日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。はい、皆さんこんにちは、ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さんお元気でしたか？僕はめちゃくちゃ元気です。みんなもめちゃくちゃ元気ですか？いつも僕がやっている質問を、今日もね、いつもと変わらずやらせていただいております。ということで、今日はちょっと元気ないよ、僕。理由は雨が降ってるから。僕が元気ない時って、大体雨ですからね。このポッドキャストもうこのシリーズね、1年近く続いてるので、元気ない時、僕が元気ない時は、雨が降ってるんだなっていうことを、皆さん分かってると思うんだけど、一応ね、まだ僕はこれを、言い続けますよ。はい。今日雨で、とても気持ちがどんよりしてたんですけれど、とあることをするとね、心が晴れやかになるんだよ。それが何かっていうと、筋トレだよね。いや、みんなもこれは同じことを思ってると思う。もう誰しも筋トレをするとね、心が晴れるよね。どんな雨の日であっても、なんかね、気持ちがすっきりするんだけどさ、男はね、なんか筋トレやる人多いけど、女性だったらヨガが人気だよね。あれ何なんだろうね。現象さ、みんなの国でも起きてる。男性は、日本ではね、男性は、筋トレにハマる人が多くて、で、女性はね、ヨガにハマる人が多いんだよね。男性と女性の、好みの違いというものが、如実に現れてるなって思うんだけど、僕は最近筋トレですごい、辛い思いをしました。なんだと思う？筋トレをしてて、一番気をつけなきゃいけないこと、なんでしょうか？それは、怪我だよね。もう怪我だけは絶対にしちゃダメだよ。怪我をしたらね、怪我の種類によっては、生活に支障をきたしますからね。はい。で、僕は最近筋トレをやっていて、怪我をしたわけではないんだけど、あれ？ちょっと様子がおかしいなって思うことがあったんだよ。とある日ね、僕は、肩を中心とした、筋トレのメニューをこなしていました。僕はね、日によって、筋肉を鍛える場所というものをね、変えているんだけど、その日は、肩を中心にやっておりました。てかさ、みんなさ、どの部位に僕が分けて筋トレをしてるかって気になるでしょ？気にならない？そこの君、別に僕の筋トレ事情気にならない？じゃあ教えるね。僕は、まず下半身、ちょっと待って。下半身の話に行く前に、僕がどういう順番でやってるかだよね。まず、背筋、背中を鍛える日があります。懸垂とかね、ラットプルダウンとか、そういう種目をやります。で、その次の日は、下半身を鍛えるメニューをやります。嫌だね、下半身。いや、下半身の筋トレ僕嫌いなんですよ。で、スクワットとかをね、やるんだけど、その次の日は、胸のメニューですね。ベンチプレスとかね。
そういう種目をやる日があります。僕はこの日が一番好きかな。なんか、ベンチプレスとか胸を鍛えてる時が一番やりがいがあるんだよね。なんか筋トレやってる意味があるなって思いながら僕は胸のメニューをやってます。はい。で、その次の日は何をやるかっていうと、肩を鍛える日ですね。で、その次の日は腕を鍛える日ということで、だから、全部で5日間あったよね。うん。初日が背中でしょ、次が足。その次が胸。その次が、なんだっけ、肩。で、その次が、腕だよね。だから、上半身が5日のうち4日。で、下半身が5日のうち、1日だよね。ちょっと今、計算できなくなってちょっとびっくりしたんだけど、僕もね、最後に学校を卒業してから、時間が経ってますので、最近ね、計算できなくなったなって思うこと多いんだけど、そんな感じで僕は、筋トレのスケジュールを組んでます。で、下半身の日以外は、ちゃんとね、ランニングマシンでランニングもしております。だから、有酸素運動もちゃんとしてる。だけど、僕がやっていないことといったら、腹筋とか体幹だよね。もうずっとね、やらなきゃなーって思ってんだけど、なかなかね、重い腰が上がらないというか、なんか、一回さ、そうやって5日間セットで筋トレのスケジュールを組んじゃうと、そこから何か変化をつけるっていうのがめんどくさくなっちゃうんだよね。いや、ほんとダメな人間だよね、僕って。いつかはね、腹筋とか、体幹とかのメニューもやらなきゃいけないなとは思ってるんだけど、やってないんだよね。でもね、そもそも僕は、下半身のメニューも最初はやってなかった。これ前のポッドキャストというか、いつのポッドキャストで話したか忘れたんだけどさ、もともと僕さ、足が太いのがコンプレックスで、だからね、足は鍛えてなかったんだけど、上半身を鍛え始めたらね、相対的に足が細く見えるようになったんだよね。だから、下半身のメニューもやるようになりました。はい。で、だからね、僕今こうやっ、僕の体今さ、一部この画面に映ってるけど、僕の体って結構細く見えるでしょ。だけど、もともとはもっと細かったんだよ。ガリガリだったろ。そう、だからこれでも、僕の体はね、より健康的な見た目になったんだけど、ちょっと待って、喉が開いた。ちょっと暑くない最近。暑いよね。でさ、こうやって、室内でずっと話してるから、なんか窓も開けるのさ、なんか気が進まないじゃん。もしかしたら外に自分の声が響いちゃうかなとか、そういうことをね、考えちゃうから、窓を開けてね、涼しい空気を部屋に取り込むっていうことはできないんだけどさ、他に何ができるかって言ったらエアコンをつけることなんだけど、まだ早いよね。いや、もちろんさ、夏になったら、もう東京は蒸し暑いですから、エアコンをね、つけて涼しい環境を整えようって思うんだけど、まだ4月じゃん。で、一番暑いのって多分9月でしょ。こっから5ヶ月間ずっとエアコンをつけるというのはね、電気代もかかるし、それじゃダメだと思う。でも最近すごく感じる暖かくなってきたなって、あの寝るときさ、ベッドに入ってから、
眠りにつくまでの時間がね、前より結構かかるんだよね。だから、多分それはね、熱くなってきたからだと思う。うん。なんでこんな話してるんだなんでこんな話してるんだ。そう、筋トレの話でしょ。今僕がしてたのは。で、筋トレなんだけど、僕がね、こうやって5日間のセットを組んで、筋トレをしてるってことは、みんなこれで分かったと思うんだけど、そのうちの肩の筋トレをしてた日ね、とある異変が起きました。うん。異変といっても、筋トレをしてる間は全然気づかなかったんだよ。うん。筋トレでね、僕はやらなきゃいけない肩の筋トレのメニューを終えて、で、ちゃんとランニングもして、その後家に帰ってきたらね、いつだっけな、確か、椅子に腰掛けようとした時か、ベッドに座ろうとした時ね、あれおかしいなって思ったんだよ。うん。で、何がおかしいかっていうと、腰が痛いんだよ。で、これまでもさ、生きてたら、何回か、なんか腰が痛いなって思うことはあったんだけど、腰の痛みがなかなか収まらないんだよ。うん。あれなんかおかしいな。今までとは違うなって思って。で、なんでその痛みに筋トレ中気づかなかったかっていうと、多分、アドレナリンが出てたからなんだよね。筋トレで重い重量上げるぞとか思って、すごい興奮してね、アドレナリンが出てたので、多分それで、腰の痛みにね、全く気づかなかったと思うんだけど、多分、腰を痛めた原因って筋トレなんじゃないかなって思ってさ、うん。で、その痛みがなかなか消えなくてね、で、一番その痛みと戦わなきゃいけなくなったのはね、靴下を履くときなんだよね。そう、靴下を履くときってさ、姿勢をかがまなきゃいけないじゃん。うん。で、あの時に、腰に激痛が走るんだよ。うわ、痛いとか思って、あの、なかなかうまく靴下を履くことができなかったんだよね。で、その時も、なんとかして靴下を履いたんだけど、で、その時思ったよね。今僕は、結構若いから、こういう腰痛があっても、ギリギリどうにかして靴下を履くことができたけど、この先もっと年を取ったらどうなっちゃうんだろうって思ってね。いや、本当に思ったよ。もともと僕はね、昔から、腰が痛くなりやすい人ではあったんだよね。中学とかさ、高校では、日本ではね、部活動に参加して、スポーツをやることが、普通だからさ。で、僕は、バスケットボールをね、やってたんだけど、そうそう、だからバスケの練習終わりとか練習中になんか腰痛いなっていうことがあったんだよね。で、原因は多分、反り腰だからじゃないかなって思っていて、反り腰って、その字のごとく、腰の骨がちょっと反ってるんだよね。だから、腰に負荷がかかりやすくて、腰が痛くなるっていうやつなんだけど、そう。でもね、今回の腰痛はね、なんか今までの腰痛と場所が違った気がするんだよね。どちらかというとお尻の方。だから骨盤に近い位置が傷んでたんだよ。うん。で、なんとね、この痛み、その日じゃ収まりませんでした。いやもうこんな経験初めてだよ。腰が一日中ね、収まらないなんて初めてで、僕もね、いろいろ仕事したりとか、散歩したら、この痛み弱まるかなとか思ってたんだけど、全然収まらないの。腰の痛みが。うん。
ただ、横になったら消えるだろう、この痛みとか思ってね。その日は、とりあえず寝ました。うん。多分寝たら治るだろうと思ってね。7時間か8時間、ベッドの上で体勢横にしてれば、痛みなんて消えるんじゃないかなって思って寝たんですよ。で、その次の日、朝になりました。朝、目を覚ました僕は、もう最初に思いましたね。あれ、腰痛全く治ってないぞって。そう、だから、腰痛が治ってないんだよ。腰がまだ痛いの。うん。だから、さっきさ、靴下を履くとき、だから、体勢をかがむときに、腰が痛くなるっていう話をしたじゃん。で、そういう感じの体勢を、ベッドの上で寝ながら取ってみるんだよ。だから、具体的には腰を曲げる動作だよね。それをやると、痛いの。これもしかして病院とか行かなきゃいけないレベルなのかなってその時思ったんだよね。いや、これはもしかして何年かぶりに整形外科に行かなくてはいけないのかと。いや、整形外科なんて僕長い間行ってないからね。もちろんね、部活をしていた頃は、整形外科にね、何度かお世話になったことはあるんだけど、まさか、社会人になった今も整形外科にお世話にならなきゃいけないのかって思ったんだよ。うん。で、この痛み、多分、筋トレが原因だと思うんだよね。筋トレって、いろいろ有名な種目があると思うんだけど、基本、正しいフォームでやってれば、怪我はしないと思うんだよね。うん。この動画を見ている方の中にも、筋トレガチ勢の人、たくさんいると思うんだけど、多分さ、正しいフォームで筋トレしてれば、怪我はしないじゃん。うん。多分そうだと思うんだけど、僕ね、何種目かは、正しいフォームでやってなかったなって思うんだよ。うん。僕は、初めて、ウェイトトレーニングをしたのはね、高校生の時かな。部活で、筋トレというものをやりました。で、その時はね、すごい厳しく、フォームについて指導されたんだよね。だから、例えばスクワットをするときは、膝を怪我しちゃいけないから、膝はあまり前に出さないようにしようとか。うん、あとはね、種目によっては、背中は丸めないようにしようとかね。いろいろあるんだよ。ウェイトトレーニングって、普段じゃ絶対に持たないだろうっていう、すごい重い重量のものを持つことになるから、怪我ってとてもしやすいんだよね。だから、正しいフォームで筋トレをしなきゃいけないんだよ。で、ただ、当時、高校生だった僕はですね、そんなにたくさんの種類の種目をやってなかったんだよね、今と比べて。うん。だから、その時、僕がやっていた種目、筋トレの種目はね、僕はある程度、正しいフォームでできているとは思う。うん。ただ、大人になってから、これやってみようって思った筋トレの種目。最初はね、ちゃんとした姿勢でやってたと思うんだけど、どんどんフォームが崩れてきたような気がするね。うん。ずっとさ、ウェイトトレーニングをやってると、持ち上げられる重りの重さっていうのもどんどん上がってくじゃん。うん。で、僕はね、その数字を上げることだけに、固執していたんじゃないかなって思って、今考えれば、どんどんフォームが
おざなりになってきたような気がするね。うん。で、僕がね、腰を痛めたのは多分、サイドレイズっていう種目かな。こういう肩を鍛えるやつ。多分これじゃないかなって思うんだよね。うん。ちょっと無理やり重い重さを上げようとしてたなって思うんだよ、正直。うん。だから、それがあってからは、その肩のメニュー以外、だから他の、胸とか、足とか、肩以外の体の部位の筋トレのメニューを、やるときもね、そういうときも、ちゃんと、背中というか腰にね、負担がかからないように意識するようになりました。で、重いものをね、上げればいいっていうわけじゃないからね。僕が、筋トレしてる理由っていうのは、ボディービルダーになりたいからではないんだよね。うん。たまにね、フィジークとかに出場するために、あの、ちゃんと筋肉を大きくしようって言って、本気でやられてる方いらっしゃいますけど、僕は、ある程度、健康な肉体が持てれば、それでいいなって思っている人なので、とりあえず、無理しない程度の、重量で筋トレしようということになりまして、で、先週なんだよね、腰を痛めたのが。で、今もね、若干正直、腰はね、万全ではないと思うんだよね。だから、今週、肩の筋トレをしたときは、僕はね、えちょっと重量を落として、筋トレをさせていただきました。はい。こんな感じでさ、どこに、怪我をするリスクっていうのが潜んでるかわからないでしょ。うん。で、しかもさ、その、まあ、中学生とか高校生とか、そういう若い年齢じゃないのでね、僕も。だからこれからどん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 、怪我のリスクって上がっていくと思う。筋肉も弱まってくると思うし、筋肉以外にもね、骨もどんどん脆くなってくるじゃん。うん。だから、より一層、怪我には注意しなきゃいけないと思うんだよね。あと、怪我をしないために、必要な体作りで、よく言われるのは柔軟だよね。みんな体柔らかい。いやー、僕もね、足がもっと柔らかかったら、腰にね、こんなに負担をかける、人生にならずに済んだのかなとか思うんだけど、僕ね、体めちゃくちゃ硬いんだよ。体硬すぎる。小学生の頃はね、確か開脚できてたんだよね。うん。でも今はね、開脚はもちろんできないです。というか、足をね、横に広げるっていう動作をしないね。うん。だから、体を柔らかくするためには、やっぱり、ヨガとかやった方がいいのかな。何にせよ、一人一人がね、怪我をしないように、心がけるっていうことは、大事なんですけれども、かといって、僕はね、今まで、すごい大きい怪我というのは、したことないんですよ。うん。僕はね、なんと、骨折をしたことがありません。すごくない？すごいのかな？いや、結構さ、生きてたら骨折する人って多いと思うよ。うん。で、僕はね、今まで骨折をしたことがないんですよ。うん。僕はね、というか、さっき話したけど、日本では部活動が盛んなんだよね。で、僕がバスケットボール部に入ってたように、野球部に入っている人がいたりとか、サッカー部に入っている人がいたりとか、
まあ、卓球部だとか、フェンシング部だとか、まあ、いろいろな部活があるよね。うん。で、まあ、僕はバスケ部に入っていたわけなんだけど、こんな感じで、まあ、スポーツ系の部活に入る人っていうのが日本だと多いから、怪我する人が多い。うん、だからね、中学生とか高校生の頃っていうのは、まあ、クラスにね、一人、松葉杖をついている人がいるとか、そういう状況はね、まあ普通だったんだよね。うん。だから、まあスポーツをね、まあよくやる、文化な分ね、怪我をしやすい。だから骨折もすることよくあるんだけど、僕は骨折したことありません。うん。まあ僕はどちらかというと、骨が丈夫というよりは、あまり無理をしない性格なんだよね。うん。だってさ、今でも、バンジージャンプがしたいかといえば、したくないし、スカイダイビングがしたいかと言われれば、したくない。うん。だから、リスクを負うような遊びはしないんだよ。うん。結構ビビリな性格なのでね、僕は。だから、まあ、無理をしたことないのだね。まあ、骨折したことないんだけど、ただ、まあ、怪我といってもさ、骨折だけが怪我っていうわけじゃないでしょ。まあ、他にもいろいろ怪我ってあるじゃん。で、まあ、いろいろ種類あるよね。まあ、打撲とかね。打撲している人多かったな。あとは、まあ、普通に筋肉の炎症とかね。まあ、いろいろあると思うんだけど、まあ、僕はね、新スプリントっていうやつに何度も悩まされてました。新スプリントってなんだって話でしょ。てか、新スプリントって海外でも有名なのかな。日本だと結構有名。すねの内側が痛くなるやつなんだけど、さっきネットで調べたんですよ。新スプリントはランニングやジャンプを繰り返すスポーツで、すねの内側が痛む、主に運動時、運動後に発症する過労性障害。Google の AI はこうやって説明してますね。はい。そうなんですよ。はい。新スプリント。これね、中学生とか高校生でなってる人すごい多かった。で、僕もね、なりましたよ。うん。だから走ったり、ジャンプしたりすると、まあ、それをね、ずっとやってると、痛むらしいんだけど、まあ僕もこの痛みに悩まされましたよ。うん。で、それでね、部活のランニングメニューを休んだりしたっていうのを覚えてるんだけど、まあもちろんね、僕だけじゃなかったね。この新スプリントに悩まされてたのはね。で、まあ治ってきても、ずっとね、サポーターをつけて練習とかに参加してたんだけどさ、でも新スプリント以外にやっぱり中高生ならではでみんなが悩むものといえばオスグッドだね。オスグッドってちょっと待って。ちゃんと何かっていうのを調べよう。成長痛ってことだよね。そうだよね、多分ね。そうだ。膝が痛くなるやつだよね。うん。まあ多分これってさ、成長期だよね。そうそうそう。骨の成長によって起こるスポーツ障害で、僕はね、あまり急激に身長が伸びたタイプではないんだよね。まあ、ゆっくりゆっくり身長が伸びたタイプだからさ、僕は。だからね、そんなにオスグッドで悩まされることっていうのはなかったんだけど、人によっては痛そうだったね。うん。まあ、オスグッドって相当痛いらしいんだけど、僕の友達なんかはね、あの、身長が伸びる音、骨が動く音がするって言ってたね。そんな音聞いたことないね、僕。うん。で、それ言ってた友達、それをね、言ってた、友達っていうのは、本当に、すごい身長が伸びたんだよ。僕より全然身長低かったのに、急に身長伸びてね。
うん。なんかあの時期っていうのはね、今人によっては、すごい身長が伸びる。夏休みってさ、1ヶ月とか2ヶ月とかそのくらいの長さあるじゃん。で、夏休みが終わってから久しぶりに友達に会ったら、えなんでそんなに身長伸びてるのってなったことあったからね。うん。まあただ、まあそんな時期は終わりましたよ。はい。僕たちはもう大人なのでね。うん。まああの頃はね、急に声が変わる人もいたよね。うん。まあ自分も含めてなんだけどね。うん。はい。だからね、新スプリント、すごい悩まされましたよ。まあただね、骨折してる人とかもいて、松葉杖をついている人も、そういう人をね、見ることも全然珍しくなかったから、うん、なんか、すごい辛そうだな、というふうに思ってましたね。まあ僕は骨折をしなかったんだけどね。うん。まあただ、まあ軽い膝の炎症だとか、まあそういう症状に見舞われることはあったよね。まああとはね、バスケをしてて、他の選手の膝が当たるとかで痛めることはあって、まあその時はね、まあ先ほども話したように、整形外科に行ってました。はい。で、整形外科に行くとね、あれ薬は飲んだっけ？薬をね、あの、飲んだ記憶があまりないな、整形外科で。うん、薬もらったのかな。僕が毎回整形外科に行くともらってたのは湿布だね、湿布。うん。湿布ってわかるかな。まあ、湿布なんだよね。貼ると冷えるようなやつだね。あれをね、痛む場所に貼ってくださいって言われてて、まあ、それをよく貼ってたのを思い出すな。まあ、ただね、それだけじゃなくて、整形外科に通ってた時期もあったね。うん、お医者さんの診断を受けなくても、なんかね、機械に、足の痛みを消してもらうみたいな。なんか、そういうことや、これで言い方合ってるのかな。とにかく、なんか電流が流れる機械を使ってたのは覚えてる。うん。で、足の部分とか、そういう痛む部分に電流を流すと、なんか足がプルプルしたりするんだよね。で、それをね、確か10分間か、10分間ぐらいやるんだよね。確かね、2つの機械をやるんだよね、一度に。2つの機械で、あの、足を治療するんだけど、1つの機械で多分10分かかるのかな。うん。で、10分間結構暇じゃん。だからね、確か本を読んでいた記憶があるんだよね。で、部活が終わってからとかに整形外科に行くからさ、結構夜遅くになってたのを覚えてるな。で、それで時間取られるし、その後家に帰ってから夜ご飯を食べることになるから、結構夜遅くに夜ご飯を食べてたんだよね。うん。まあでも、それもいい思い出だな。うん。で、まあ今回はね、腰痛まだちょっと痛いんだけど、まあ治ってきてるなっていう感じはするから、まだ整形外科には行ってない。で、すごいこれ痛いなって思うけど、まああまり問題にならないのが筋肉痛だよね。まあ毎日筋トレするとね、常にどこか、筋肉痛なんだけどさ、部活をやってる時っていうのは、足の筋肉痛になってることが多かったね。あの、中学校とか高校ではね、まあテスト期間はね、まあ部活ができないとか、まあそういうことが多いと思うんだけど、テスト期間が終わった後、部活が再開されるとき、だから久しぶりに部活の練習をやるとき、練習をしてる間は何も問題ないんだよ。ただ、練習が終わってから、次の日かな、まあその日の夜とかもだけど、
めちゃくちゃ筋肉痛が痛くなるのよ。うん、だから、まあ今でもね、まあ久しぶりに運動をすると、ああ、明日は筋肉痛だなとか思ったりするんだけど、まあそれがね、まあ学生の頃はしょっちゅう起きてた。で、まあそういう筋肉痛が起きないように、そうだな、その練習が終わった直後に、ストレッチをしたね。その入念にストレッチをやって、で、お風呂でね、なんか冷水を筋肉にかけてた気がすんだよね。だから冷たいシャワーを、足に当ててた思い出があるんだけど、これって意味あったのかな。なんかね、部活でコーチとか、監督とかに、筋肉痛にならないように、まあ、夜は冷たいシャワーを、冷たい水を足にかけようね、みたいな、そういうことを言われたけど、科学的根拠あるのかな。なんか言われるがまま、僕はそれをやってたんだけどさ。うん。まあ、そんな感じで、まあ、筋肉痛が、まあ、起きないようにいろいろ工夫してましたね。まあ、ただ、年を取ってくるとさ、なんか筋肉痛がなかなか起きないみたいなことない？うん。これは絶対科学的根拠あると思う。さ、学生の頃は、運動をしたその日中、または次の日に筋肉痛のピークが来るんだよ。ただ、大人になるとさ、運動をした2日後とかにピークが来ない？あの現象何なんだろうね。まあ多分、まあ、筋肉を回復させるスピードが落ちてきてるっていうことなのかなって思うんだけどさ。うん、まあみんなも多分、まあ、共感してくれるとは思うな。うん。そう、だから、まあ筋肉痛とか、まあオスグッドとか、新スプリントとかがあるからね。まあみんな、どこかしらにサポーターをつけてたね。サポーターってどういうのかっていうと、例えば足を痛めたりしたら、その足を圧迫するんだよね。サポーターで。そうすると、練習中、あまり、痛くならないという、まあそういうやつなんだよね。まあ多分、回復も早まるとは思うんだけどさ。うん。まあ、昔はよく運動してたな。うん、まあ日本人は本当に学生時代は運動をたくさんしますよ。まあ、今でもそうなのかな。まあ僕が学生の頃っていうのは、まあ運動部に入るのが当たり前みたいな風潮あったからね。まあどちらかというと、部活しないで、まあ、すぐ帰っちゃう帰宅部みたいな人は少数派だったんだけど、まあ今はそういうのも変わってるのかな。どうなんだろうね。うん。はい。まあただこの日本の部活文化ってね、まあ割と日本のスポーツに寄与してると言われてまして、うん。日本って結構、野球が強かったりとか、まあ、サッカーも最近強いんだよね。で、まあ、世界でも活躍できるような選手が、まあ、いる。まあ、日本人ってさ、まあ、体格的にもさ、そんなに、うん、まあ、他の人種と比べたら、体格がいいっていうわけではないじゃん。まあ、ただ、その中でも、まあ、世界で活躍できる、まあ、人材がいるっていうのは、まあ、幼少期から、まあ、部活とかがあって、まあ、能力だよね。まあ、その人の才能とかっていうのを小さいうちから見極められる環境が揃ってるからなんじゃないかなと。まあ、そういうふうに思いますね。うん。で、僕はね、まあ、怪我は、まあ、新スプリントとか、まあ、筋肉の炎症だとか、まあ、そういう怪我を今までしてきたんだけど、なんと僕はですね、歯を折ったことがあります。はい、私、歯を折ったことがあります。前歯を折ったことがあります。うん。いつ歯を折ったと思う？まあ、歯を折ってしまうということは、まあ、そういう経験ある人
いると思うんだけど、まあ、よくあるのは硬いものを食べていたとかね。まあ、そういう理由で歯が折れてしまう人っていうのはいるんだけど、私、二郎はですね、これも部活をしている時に、はい、歯を折ってしまいました。これはね、本当にびっくりしましたよ。なんか練習してて、えっと、転んだらさ、普通はまず手が先に地面につかなきゃいけないじゃん。ただその時、ボールを持ってたんだよ。で、手を地面につけることができなくて、まず最初に僕の体の中で地面に着地したのが前歯だったんだよね。いや、今でも思い出すな、あの瞬間、衝撃的な瞬間だったもんな。で、その頃さ、歯が折れてる友達なんて、いなかったわけよ。身の回りに。それこそ、骨折をしている友達とか、えはいましたよ。そういう友達はいました。ただ、歯が折れている友達っていなかったんですよ。だから、歯が折れたら治るのかなって、その瞬間、歯が折れた瞬間、心配になったわけ。あれ、もしかして僕は、ずっとこのまま、歯がない状態で、歯が折れた状態で、生活をしなきゃいけないのかなって思いました。ちょっと水飲ませて。よくいるよね、お年寄りで歯がなくなっている人とか。まあ、あとは、まあ、子供でね、まあ、乳歯から、大人の歯に生え変わっている最中で歯がない人とかいるよね。ただ、お年寄りと子供以外で歯がない人ってあまり見ないじゃん。まあそういう方もいらっしゃると思うんだけど、まあ僕はこれからずっと歯がない状態で、歯が折れた状態で人生を送っていくのかなって思ったんだけど、まあとりあえず歯が折れた瞬間ね、えー、まあ練習は一旦そこで終えて、すぐ歯医者に行きました。うん。で、歯医者に行って、そしたらね、なんか、応急処置みたいなことはしてくれたのかな。うん。ただ、まあ、歯は折れっぱなしで、人工物の歯。うん。だからセラミックでできた歯を作って、それをはめましょうっていうことになったんだけど、その新しい歯ができるまでの間、えーその間、ずっと歯が欠けた状態なんだよね。まあその時ちょっと恥ずかしかったな。うん、なんか友達とかに、え、お前歯どうしたのみたいなこと言われてね。なんか、そう、だから僕がこうやって、笑顔を作るたびに、歯がないということがバレてしまう状態で、で、その時さ、まあ中学生だったんだけど、その時ってさ、やっぱり、まあ思春期でさ、なんか自分の見た目とか気にする年代じゃん。そういう時期じゃん。だからね、すごい歯がないっていうのが嫌だったなっていうのは覚えてるよね。で、確かね、練習をしていた体育館から、歯医者まで、まあ、タクシーか何かで直行した気がするんだけど、その間にね、まあ、いろいろ調べたんだよね。歯が折れたらどうなるのかとか。うん、そうだ、焦るからね。だって、うん、これから歯がない人生を歩んでいくのかなとか、そういうことばっかり気にしちゃってさ。で、まあ、調べたらね、だから歯が折れたっていうことは、もともと自分にあったはずの歯が地面に落ちてたんだよね。で、その歯をね、だから歯のかけらを僕はね、拾って、それも歯医者に持ってったんだよね。で、これはね、今でもあることかよくわからないんだけど、よく、まあ、学校とかでね、
その歯が折れると、牛乳で、くっつけたっていうエピソード。これね、結構聞くこと多いんだよ。テレビとかでも聞いたことあるし。だから、もしかしたら牛乳とかでとか、牛乳じゃなくても、どうにかして、その欠けた歯の破片を元通りにくっつけてくれるんじゃないかなって思ったわけ。うん。てか、そうなるだろうなって思ってた。うん。まさかセラミックの人工の歯を、その歯が出来上がるまでに、ずっと歯がない状態になるとは思わなかった。うん。ただね、その欠けた歯の破片は、もう使われることはありませんでしたね。なんかね、話聞いたんだよね。歯医者でいろいろお話を聞いたんだけど、あの、なんか、歯が折れた時に、神経が露出している可能性があるみたいなので、そう。で、その歯の破片をくっつけると、雑菌が発生してしまうとか、なんか神経がウイルスに感染する可能性があるとか、なんかそういう、可能性があるらしくて、だから、なんかそういうことは行われなかったね。で、確かね、その折れた歯の神経取ってるんじゃないから、なんかね、すごい、ごめんね。想像すると、とても心が痛む話になって申し訳ないんだけど、なんかね、そんな感じだった気がするわ。とにかくね、今は、僕の歯もね、見た目が綺麗になって、一見落着という感じなんでね。これからどうなるかわからないからね、これからさ、死ぬまでに、何年も生きることになると思うんだけど、その間にさ、多分、歯の並びとか、歯の太さとかも変わると思うんだよね。それこそ歯が抜けるとかもあるかもしれないし、だから今後、この人工物の歯が、どうなっていくのかっていうのが、気になる。うん。で、確か、そう、多分、ちゃんとした歯、それなりに値段がかかる歯にしないとさ、見た目も多分おかしくなるかなとは思うので、うん。まとりあえずね、一本は折れてしまったわけなんだけど、これからの人生ね、これ以上歯を無駄にしないようにしていこうかなって思うね。うん。ただね、僕は、この歯ね、今はね、すごいマシになったんだけど、歯並びもともと悪かったんですよ。特に前はね。うん。もともと僕はね、すごい出っ歯で、だから、矯正治療を、しているんだけどさ。もともと出っ歯だった頃っていうのはね、歯で、いろんなことが起きましたね。それこそ部活をしてる間に、あの、自分の歯が、チームメイトの頭にぶつかって怪我をさせたりとかね。逆に、歯が、自分の歯によって怪我をしたこともあったよね。それもね、確か、小学校の頃、体育か何かで、運動してた時なんだけど、友達がね、突然自分にぶつかってきたんだよ。この口のあたりにね、友達がぶつかってきたんだけど、そしたらね、自分の前歯が、僕のね、下唇に刺さったんだよね。その上の前歯が僕の下唇に刺さってなんか穴が開いたんだよね。うん。あの時、だいぶ痛かったですね。そう、穴が開いたからね、確かね、縫ったんだよ。歯医者に行って、縫ってもらって、穴を塞いでもらって、で、何日かした後に、抜歯したんだよね。うん。すごい怖かった。うん。すごい怖かったんだけど、あれもいい思い出だね、今思えば。で、その時にね、だから小学
校の頃だったから、僕はね、まあ、母親と一緒に、その歯医者に行ったんだけど、その時にそのお医者さんが、まあ、僕の母親に向かって話してたのが、口の中っていうのは、まあ、基本的に治るのが早いですと。だから、えー怪我をした穴が開いてしまった下唇も結構すぐ治りますよっていうことを話してたんだよね。まあ、だから僕はね、口の中はすぐ治るんだってその時に学んだんだよね。うん。で、まあの中に関してはね、すごい辛いこといろいろありました。その矯正治療をするときにね、矯正治療をするときだったかな、親知らずを抜いたとき、すごい怖かった。親知らずみんなもう抜いた。あの、確か何本かはまだ生えてなかったんだよ。だから、口の中でまだ歯が出現してなかったんだけど、埋まってる歯を取ったんだよ。うん。で、その時さ、バキッとかいう音して、もちろん麻酔はつけてたんだけど、それでもね、音が怖かったね。で、しかも、その歯医者から帰ってきて家ですごい痛かったね。まあ、すごい嫌だったなっていうのは覚えてます。うん。まあ、だけどね、その時も、この痛みっていうのはすぐ治るんだ。口の中は、治癒するのが早いんだって思いましたね。小学生の頃、歯医者で学んだことを僕はね、思い出して耐えましたよ。うん、頑張りました。うん。まあ、そんな感じで、まあ、僕はね、まあ、今まで、まあ、歯には翻弄されてきたね。そう。骨は今まで折れたことないんだけど、歯は折れたことがあるのでね、まあ、実質骨折みたいなもんだよね。歯って骨みたいなもんだからね。うん。で、まあ、怪我をね、こういった歯が折れるとか、そういう経験をして思ったのは、まあ、体はね、一つしかないですから。で、人生も一回きりですからね。まあ、大事な時間をね、まあ、怪我を理由に無駄にしたくないよね。まあ、だからこそね、まあ、普段から体を大切にしなきゃっていう風に思ってる。で、さっきさ、僕、体が硬いっていう話したじゃん。で、何度か今まで、まあ、この体の硬さっていうのを、まあ、改善しようって思ったことはあるんだよね。もっと柔らかい体を持ちたいなって思って、で、寝る前にストレッチをしてた時期とかはあったんだけど、それもね、なんかしなくなってきちゃったよね、最近。うん。というか、三日坊主だからね、僕はなんか最初にやろうって決めたことを続けられなかったりする。まあ、ただ、まあ、普段の生活で、直せることっていうのはいろいろあるじゃん。で、僕さ、まあ、こうやって見ればわかると思うけど、猫背なんだよね。うん。で、猫背だとなんか首が痛くなったりとかさ、あの、肩が痛くなったりするから、こうやって気づいた時はね、正しい姿勢を保とうとしてるんだよね。うん。まあでもね、悪い癖っていうのは、なかなか抜けないものでね、僕がね、よくやってしまうのは、足を組むっていうことだよね。あれはやめられない。で、僕がね、いつも実家に帰ったら足組むのやめなさいって言われるんだよね。正直これ僕の本当に癖。うん。で電車に乗ってる時とか、食事をする時っていうのはね、気づいたら足を組んでしまってる。うん。で、足を組みながらご飯を食べるのって、まあ、他の国だとわからないけど、日本だと結構ね、行儀が悪いことなんだよね。うん。だからね、実家に帰って足を組んで食事をしてると怒られるね。で、僕も直さなきゃなとは思ってるんだけど、直せられなくて、で、直すことができなくて、
で、食事中だけじゃなくてさ、電車の中とかはね、本当に直した方がいいよね。まあ僕はね、そこまで、長い足を持ってるわけではないんだけどさ。ただ、まあ足を組んでるとね、その座りながら足を組んでると、その前を通る人の邪魔になったりするじゃん。で、僕はね、足を組んでから、前を人が通りそうになった時に、あ、足組むのやめなきゃって思って、えー足組みを解除することが、多いんですけど。だけどね、これもずっとやめられないでいます。だからそういうことよくあるよね。だから直した方がいい癖ってたくさんあるよね。僕はね、猫背なんでさっきも言った通り、普段街を歩いてる時は胸を張って、歩こうとは思ってるんだけど、一番僕が直したい癖って何かっていうと、あの、手とか足の関節を鳴らすことだね。こうやって手やるじゃん。この手をね、こうやって鳴らすんだよ。うん。これってちょっとダサいじゃん。あのさ、例えば、小学生とか中学生とか、ギリギリ高校生とかだったら、手の関節とか、足の関節を鳴らすことはね、あっても、ちょっと可愛げがあるかなとは思うんだけど、いい加減いい大人になってさ、暇な時に手の関節を鳴らすのってちょっと子供っぽくない？そう、だからさ、やっぱり社会人としてこれはちょっと恥ずかしいなとか思うから、これ直したいなって思うんだよね。うん。だってさ、例えば大切な商談の場とかでさ、その癖が出ちゃったらちょっと恥ずかしいじゃん。この人ちょっと子供っぽいけど一緒に仕事して大丈夫かなとか思われそうじゃん。うん。だから僕はそういった癖はね、直したいなって思ってるんだけど、いや、今手の関節絶対に鳴らさない方がいいよなって思いつつ、どうしても鳴らしたいなって思う時ってあるんだよね。なんかさ、気持ちいいじゃん、この手の関節が鳴ると。うん。なんか、気分がスカッとするんだよね。なんか、一瞬ストレスから解放されたかのような、あの、感覚になるんだけど、なんかこれって、関節の中の液体に気泡ができる時の音らしいね。うん。だから、うん。別にね、多分鳴らさない方がいいと思うんだけどね、この音っていうのは。うん。で、この音を鳴らし続けると、つまり、その関節の音を鳴らし続けると、指が太くなるよって言われたことがあって、で、確かに僕ね、指結構太くなったんだよね。中学生の頃からね、その関節の音を鳴らすようになったんだけど、でも成長したからかな、自分が。そう思うようにするわ。ただ、もっとね、僕の指ってもっとスラッとしてて、スリムな指だったんだよね。うん。でさ、整形外科はお医者さんだけど、整体師のところとか行くとさ、いろいろ、その体の歪みを整えてくれるじゃん。で、僕みたいな猫背の人とかね、そういう整体師のところ行って、施術を受けると、身長が2センチとか3センチとか伸びるって言ったりするじゃん。だからああいうのも、いつかは経験してみたいなとは思いつつ、たださ、見てて痛そうな整体師のやり方もあるでしょ。たまにこの SNS を見てて、えーたまに出てくる動画はね、その首の音をポキポキって鳴らす動画とか、背中の音を鳴らす動画とかあるんだけど、あれはちょっと危険だな、というか、
見てて怖いなって思うわけで、ああいう感じのことを、その整体師のところに行ったらやられるのかなとか、そういう風に思うと、なかなか、うん、整体師にも行けないんだよね。僕、結構心配性な性格なのでね。そう。まあ、ただね、まあ、健康はこれからも気をつけなきゃいけないし、自分の体勢というか体型がね、歪まないように、まあ、常に、運動して、筋トレして、ストレッチをして、いい姿勢でいるということをね、これからも、気をつけていきたいなと、心がけていきたいなというふうに私思っております。はい。というわけで皆さん今日は怪我についてお話ししましたけれども、皆さんどうでしたかね。まあ多分このポッドキャストを聞いている人の中には今怪我をしていて、これからというか今治療中という人もいると思います。はい。まあ人それぞれ状況はあると思いますけれども、怪我をしないように、そして、怪我をしている人は早く治るように僕が祈っておきます。はい。ということで本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございました。ぜひ次回のポッドキャストも聞きに来てください。それでは、バイバーイ。